今回は MSD から出ていた新型 MSD ウルトラ 6AL、直訳すると超 6AL っていうやつなんですね。じゃあ何が超かっていうことがですね、まずはサイズが小さい、非常にコンパクトです。もうこんな縦横こんな何センチなんて言いますとこのサイズになります。今まで 6AL 使ってる方多いと思います。またはデジタル 6A っていうやつなんですけども、あれがじゃあどこにつけるかなって、なんだかんだ取り付けの時に一番時間かかるのってあれの取り付くところだと思うんですね。でも圧倒的な存在感はありますので、その存在感が欲しいっていう方はやっぱりあのサイズおすすめなんですけども、今回のですねウルトラ 6AL、 これはですね素晴らしいです。機能がだいぶ満載なんですね。MSD のデジタル6プラス、これよりもいろんなもの入ってます。ただし僕みたいなアナロガーはですね非常に大変なんです。雑談なんですけども、つい最近まで僕携帯電話あんまり持たない主義でガラケーだったんですね。でガラケーからなんだかんだ、いきなりスマホデビューすることになりまして、 LINE もロックスコできないようなおじさんなんですけども、そのおじさんがですね必死に覚えるのはこういうものなんですね。最近の、ハイパフォーマンスパーツ、ほとんど設定がスマートフォンでやることが多いです。ホーリーの EFI とかインジェクションになりますと、やっぱりパソコンの大きい画面と端末はあった方がいいと思うんですけど、この手のやつはどんどんこういう風になってくると思いますので、LINE とかを覚えてる場合ではないっていう、そういう現状がちょっと僕の言い訳なんですけども、まずはですねこれを今回1963年インパラで取り付けて、でセッティングを行ってみました。もともと何かデスビからの不整脈みたいなのがある。これいろいろとちょっと追求すると、やっぱりデスビから不整脈が出て、たまにプスッとか言ったりとかして、止まることもたまにあると。じゃあこれは単純明快なマグネティックのデスビにしてみましょうっていうふうに、前々からちょっと考えてはいたんですけども、それをオーナーさんがパーツを全部ご用意していただいて、今回ちょっと取り付けに至ったわけでございます。今回使用するデスビは MSD パーツナンバーが85551プロビレットディストリビューター、これに少し手を加えます。まずはデスビのモディファイからなんですけども、いろいろとバネやらブッシングやらっていう風に変えて沈角の特性を変えるものなんですけども、これそのまんま多分つけてもいいと思います。ただちょっとこのオーナーさんはガンガン攻めてみたいと、もうレスポンスビュンビュンいくようにしたいと、そういうような感じでちょっとデスビに手を入れさせていただきました。このデスビはバキュームアドバンスがないんですね。デスビの中の機械進角だけです。メカニカルアドバンスのみですね。さてこのメカニカルアドバンス、機械進角の特性を変えていきます。つまり1963年インパラに搭載しました383のカムに変化特性を合わせてエンジンをビュンビュン回そうとする企みでございます。まずですねデスビのローターをネジ2本で外しますとスプリングが2本見えます。工場出荷段階では一番硬いヘビースプリングですので、スプリングはこのままいきます。次にデスビのギアを外します。これはロックピンを叩けば抜けます。デスビのギアが外れますとデスビのローターシャフトを抜くことができます。シムなどがついておりますのでバラバラにならないように気をつけます。ローターの裏側にナットがあります。このナットを外しますと進角幅のリミッターブッシングが入っています。これを交換したかったんですね。工場出荷段階ではパープル色のブッシングが入っております。このままでも良いと思うんですが MSD と併用して攻めたセッティングをしたいのでブラックに交換してみます。あとはデスビギアを元に戻して固定してスタンバイです。そしてオーナーと一緒に MSD のウルトラ 6AL を取り付けていきます。これいろいろとですねバイブレーションマウントとかそういったものも全部入っておりまして、装備はすごいですね。Swagger down the street with your red lips and funky
今回着目している MSD ウルトラ 6AL、 これはスマートフォンで何が設定できるかっていうのをこちらでご紹介します。こんな感じです。 MSD ウルトラ 6AL、 これを接続してみたいと思います。まず MSD のこの本体の横にグリーンのボタンがあります。それを押しますと Bluetooth を起動することができます。開きますとアクセス開始します。これはまずホームですね。今エンジンがかかってない状態、つながってない状態なのでエンジンスピードは0で、バッテリーはつながってますので 12.3V、 そして設定のボタンがこれで、まず最初にレブリミッターから始まります。でランチレブリミッター、これはレースカーとかで使うトランスブレーキ、スタートの時にトランスミッションの方でブレーキをかけているっていうのをいくつにするか、そういったものはストリートじゃ使わないので、11,900ってすごい数字で設定されてますけど、このまま放置しておきます。次、バーンアウトレブリミッター。バーンアウトはラインロックとかつなげるとき、ラインロックのボタンを押してるときにはプラスが流れます。そのプラスを認識してラインロックを使っている間だけ何千回転にするか。一応今回はこれをインパラにつなぐ予定なんですけど、インパララインロックとかついてませんので、一応4500とかしておきました。そして、ここの設定なんですけど、これ最後は、マキシムレブリミッター、マックスのレブリミッターですね。ここの回転数は例えばここで5200でエンターで5200になります。次、ステップリタード。ステップリタードっていうのは、何千回転に何度点火時期をリタードするか近くするかっていうことですね。そこのところはまだこれ走りながらの調整になると思うんですけど、とりあえずはここのところを4度にしてあるんですけど、例えばここを8度とかにしますと8になります。またちょっとこう4に一旦戻しておきます。これはオンランプタイム、ここは特にいじんなくていいと思いますね。オンデイリーセコンド、オフランプタイムセコンド、そしてエンジン RPM、 これは何千回転で何度点火時期を遅らすか。ここもいじれば、例えば4500とかにしますとで4500になります。で一応4000回転でエンター。ここはですね、スタートリタード、クランキングの最中に点火時期を何度遅らせて着火を早くするか。これはデスビを全く深角させないで固定にした場合によく使うものなんですけども、例えば普通にアイドリングが20度のクランキングの時も20度だったりとかしますと、ここでスタートリタードを 10度、そうしますともともと20度でセットしてあった点火時期の車っていうのがクランキングの最中だけ10度点火時期を遅らせてくれます。それでエンジンのかかりを良くしよう、またはスターターの負担をセーブしようっていうようなものですね。これがどのぐらいまでいけるかっていうと、こう20度までいかれます。次にですね、シリンダーセレクト。これ今8気筒です。これ4気筒、6気筒、8気筒とこういうふうに4、6、8気筒の車に対応してます。そしてアップデート。アップデートが完了しますと、このように設定したものがすべて更新されてます。でホームに戻るとエンジンスピード、バッテリー、あとステップリタードが何度か、それができてます。まずはちょっと仮で
設定しまして、そしていよいよエンジンスタートですね。でエンジンスタートをしまして、まずはアイドリングの状態で何度なのか、今度は2500回転回した時に何度なのか。今回は2500回転回した時に36度、そのぐらいを目標にしてやっていきたいと思います。そして36度のままでノッキングするかどうかっていうテストもちょっと行っていきたいと思います。ランチレブリミッターっていうのは、はい、ドラッグレースとかで、はい、トランスミッションでブレーキかけてる時の回転数なんで、はい、特にこれ使わないんで、これをピッてこう、はいはい、でバーンアウト、ラインロックつけてないですもん、はい、つけてないです。でそれリミッター特にこのまんまでいいです、はい、でこれがマックスのレブリミッターですね、はい、でマックスどのぐらいにしときますか？どれぐらいがいいんですか？普通だと。普通だとまあ5200とか、はい、5000回転とか、はい、じゃあ5200で、はい、はい、じゃあそこはちょんと押して、はい、5200で、そうなります、はい、でステップリタード、はい、これは今、4度にしときましょう、はい、でこれ4でいいですね。はい、はい、それでこの辺はちょっと無視して、はい、あとはエンジン RPM、はい、これは、3200ぐらいにしてみましょう、3200回転で、はい、点火時期は4度戻るっていう。ああ、なるほど。でこれはスタートリタードはい、なんですね、はい、まあ、クランキングが重ければ、はい、こう10とかにする10とと、か、はい、そうすると10度リタードしてくれる。なるほど。でも今多分ゼロでのいきますよね。はでここは8気筒なんで、はい、これでアップデートです、ね、はい、あとはちょっと走ってみないとなんとも。ああ、なるほど。はい、はこれで OK です、い、はい、いや便利です。それでこうホームだと、はい、もうタコメーターとボルテージ、なるほど、ステップリタードは4度になってますよ。はい、ああ、いや便利ですねこれは。そうですね、はい、こんなんで、あとは他いろいろちょっとこういじってみても大丈夫ですか？はい、そういうのは、あ、これは設定したやつですよね。そうですそうです、はい、はい、はい、ああ、なるほど、うん、こっちでも見られるっていうことですね。はい、はい、はい、はい。じゃあ走りながら見るっていうのはこの画面ですか？そうですね、はい、なるほど。あ、じゃあまあこれですよね、使うのが。使うのはね、多分ホームだと思います。ホームですか？一番使うの。はい。あ、これですね。そう。はい。でもね、タコメーターもボルテージメーターもついてるまあついてますね。一応こんな感じです。了解です。
そしてオーナーと設定したんですけども、まずは点火時期が、2500回転回した時点で、36度、多分もうちょっといくと思うんですね。もうあと 1,2 度いくと思います。37、8度ぐらいまでいくのかなと思うんですけども、そしてただこの36度っていうのはですね、ドーンと踏んだ時の立ち上がりのところだけ36度欲しいんです。それでその上の方、トップ RPM ですね、ドーンと回していきまして、つまり4000回転5000回転、そこまではいかないんですけど、3500ぐらいとか、理想はそのぐらいの点火時期は36でなくもうちょっと抑えたいと。そして安牌な線で、設定したのは3200回転で4度、とりあえずリタードですね、点火時期を遅らせるっていうことなんですけども、ですから、今回やった設定っていうのはドーンと踏んだ時には36度7度で立ち上げてくれて、そのまま上まで行くのではなく、3200回転になった時点で、そこから点火時期を落として、トルクからパワーに可変させるっていうやり方なんですね。これでちょっと走ってみましたところ、だいぶ音も変わればパワフルになりました。そしてノッキングの方も出なかったので、まずはこれでちょっと様子を見ていただこうかなと思ってます。こんなんでちょっとわちゃわちゃワイワイやってみました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。The day I die.